ます？もう別に。じゃあ始めますか。こっぱずかしいね、愛車紹介はね。お疲れ様でお疲れす。様です。俺も自己紹介した方がいいっすよね。これはね、お疲れ様でおす。疲れ様です。ストレイキャッツレーシングの和樹です。老害の相沢 D です。老害。お願いします。お願いします。今日は相沢 D の愛車を紹介していただけるということで。紹介するまでもないけどね。紹介するとこもそんなないし。ていうか相沢 D は今、走り始めて何年くらい経ったんですか？いやもう自分がはい。走り屋とは思ってないけど。そうなんですね。でも、はい、走り屋って自覚しとったのは、はい、ちょうど11年前とか。もう10年。10年以上。やばいっすね。車歴みたいの聞いてもいいですか？車歴？はい。車歴。11年の歴史を。まず、はい、免許を取ったのが、18歳の高校卒業する前やったけど、はい、その時に NB ロードスター、はい、1.6 リッターの NB ロードスター、はい、でそれ事故ってまた NB1.6 の NB ロードスター買って NB でその次に、S2000 でここで一回ラパンを挟んでラパンはい、で次 NB8 NB、で ND 全部オープンカーなんすね。そうね。ラパン以外で一応買ったよ、RX8 も。そっか。と今あるとか。意外とあるね。なかなか乗ってますね。なんかメインは、NB とか ND ですよね。そうね。なるほど。ロードスターを知り尽くしたっていうか、愛車紹介みたいな。いやロードスター乗ったのは、シンプルにお金がないけん。そうなんですね。ロードスターぐらいしか。ロードスター乗ってる人はもうなんかロードスターのハンドリングに惚れてみたいの言うじゃないですか。ないだって RX7 乗りたくて、でもなんか維持費とか高いなってなって、でじゃあシルビア乗ろうみたいな。シルビア当時どんくらいなんですか？当時状態のいいスペック R で S15、10万キロ走ってないやつで120万とかね。それでもちょっと高いねみたいな。最高っすね。最高の時代やった。でもなんかこう保険とかランニングコスト高いねってなって諦めて、じゃあ次カプチーノにしよっかなみたいな。でカプチーノを探したらなんかむっちゃ高くて。そうなんですか？なんか軽自動車になんでこんな払わないかんのみたいな値段。なんか100万円見えてくるような金額やったけ、もうなしやなみたいな。で、で、どうしてもこの FR に乗りたかった。学ドリに出たいみたいな。ドリフトしたいみたいな。学ドリ、あれで。そう。最初ドリフトしたいなと思ってて。で、カプチーノも高いしバカらしいって思って。買えそうな値段で維持できそうな車っつったらその時NB ロードスターか。それでロードスターなんですね。そう別そんな。いやむしろ NB ロードスターは一番嫌いな形だった。NA が欲しかったけど、NA もやっぱちょっと古いのに、NB と同じぐらいかちょっと高いかぐらいやったけど、諦めて、シャアなしの NB ロードスターみたいな。じゃあ気づいたらロードスター乗り継いじゃってた男の愛車紹介ですか？そうだね。わかりました。そしたら車種とグレード紹介してもらいたいんですけど、車種は ND5RC ですよね。ND5RC、S スペシャル 1.5 リッターのやつでそんだけですかね。そんだけ。じゃあなんかコンセプトみたいなの聞きたいんですけど、コンセプトなんか普段これは陶芸専用みたいな感じで乗ってるんですか？そうなってしまった。運転でどうにかなりたいとか、目標とかないけん、自分が楽しく乗れたらなぐらいで始めたけど、なんか結局なんか陶芸マシーンみたいな感じになってしまった。そうなんですね。じゃあ陶芸をめちゃくちゃ速く走るっちよりは、めっちゃ楽しく走るみたいな。そうね。
その中間地点ぐらい。ああ、その中間地点にいるんですね。ワインディングエクスタシー。ワインディングエクスタシー。峠で気持ちいいみたいな感じに。ワインディングエクスタシー。そう。コンセプト名が。まあまあコンセプトというか、はい、ワインディングエクスタシーは大事にしとく。造語っすよね。造語やね。聞いたことはない。じゃあ流行らせましょう、この動画を。流行らせよう。カスタムポイントみたいな、まあ、軽く聞きたいんですけど。純正から変わったところみたいな。はい。そうね。じゃあまず外装。はい。外装は、まず一番のお気に入りの、はい、このオーディラさんちのリップ。オーディラさんちの S 体で有名な、S 体車両と同じ形のリップ。はい。あっちはカーボンやけどこれは FRP。FRP でいいっすよね。をボディ同色で塗ってもらって。ボディ同色はポイント高いんですか、やっぱ。そうね、やっぱね、そのまま黒のまんまバコって昔だったらつけとったけど、やっぱさすがに大人になったけん、ちょっとそこら辺ちゃんとしとこうみたいな感じ。いや、かっこいいっすよね、このリップ。なんかこうナチュラルやん、つけましたって感じなくて、なんかこういい感じにまとまって、いい感じっす。なんか効くらしい。フロントちゃんとダウンフォース得られるみたいな。いや、まあオーディラさんですからね、聞いてほしいです。あとは外装はフェンダールーバー。これはね、なんかまあ下ってる時に山とか、結構ブレーキ踏んだなみたいな時に、もうローター真っ赤っかになってフェードしてたんで、どうにかしたいなって思ってたら、弟がなんか誕生日プレゼントに買ってくれて。弟やっぱめちゃくちゃいい弟さんじゃないですか。おかげで効果抜群で。そうなんですね。めっちゃ冷えてるっぽい。なんか本当にフェードせんくなった。抜けていくんなんかでしょうね。ガボガボ抜けていくらしい。だけこう踏み出しも軽くなりますよみたいな、空気抵抗が減るみたいなはお店の人が言いよったけど。そうなんですね。そう、やっぱ持つべきものは弟やね。名言っす。いい弟さんっすね、本当。そういい弟やね。外装はそんぐらい。いや、あれ忘れてますよ。あれはもうなんか合ってないようなもん。合ってないようなもん。じゃあつけまんみたいな。じゃあホイールっすね。ホイールはもうド定番のレイズの T37 ソニック。いや、もうダストがやばいよね。やばいっすよね、マジで。まあ一応なんかロードスタードンズバサイズみたいな感じで、16インチの 7J オフセットプラ25。16インチでこんないい感じなのがいいっすよね。いいよね。本当は15インチにしたいなっていう野望はあるけど、今んとこもう16インチを最初に買ってしまったけど、惰性でそのままって感じやね。じゃあそのままの流れでブレーキは松田純正やけど、ジェニアンパーツやけど、S スペシャルのブレーキローターは14インチのローターがついとうけど、それを RS とか NRA に使われと、一回り大きいローターサイズに変えて、で、まあ、キャリパーも本体は共通なんやけどブラケットが違うんで、なるほど。その対応してるやつに変えてつけてます。ブレーキパッドは詳しくは動画見てほしい。ブレーキ交換動画見てもらってぜひお願いします。お願いします。これ車庫帳何が入ってるんですか？車庫帳はレーシングギアの当時8万5千円ぐらいの激安車庫帳。安いやつですね。でもなんか前言われてましたよね。なんかオーリンズみたいやわなんかおったね。嬉しかっためっちゃ。俺オーリンズとか乗ったことないけん、ついて車。セッティング突き詰めてったらオーリンズみたいになりますよ。いや、ならんね。ならんです。ならん。ただなんかもうなんやろ、俺は高い車庫帳を買うお金がないけん、もうずっとこれを使いようけど、でも吊るしの状態じゃなくて、バネ変えたりとか、それこそこうなんていうんかな、まあリアはヘルパースプリング入れとうけん、
ストローク量を変えてなんか実験したりとかしたけど、なんか自分が納得できる範囲には収めとうって感じかな。なるほどっすね。そろそろ新しいのつけたい。はい。さすがにへたってるんですか？いや多分へたっとうと思う。あと何でしたっけ？変身ピローでした、あ、そう。でキャンバー変身ピロー、スーパーナウってとこの変身ピローを入れて、もともと ND はまあダブルウィッシュボーンでキャンバー結構つけれるけど、2度半が限界、でももうちょっとつけたいなって思って、まあアームを変えるか変身ピローを入れるかどっちか、まあ変身ピローやったら車検も通るし、アームやったら通らんこともあるけど、だけ変身ピロー入れて、なんかマックスで5度ぐらいまで作らせて、今は4度ぐらい。まあ見た目重視、見た目重視、やっぱスポーツカーハの字の方がかっこいいやん。間違いないです。見た目やね、機能っていうよりは。でもやっぱタイヤその端っこまでちゃんと使えとるけ美しいっすよね。いや無理やりよねこれは。その無理くり当てよう、無理くり当てようだけ使っとるんじゃなくて、ただ表面本当はもうちょっと立てたいですよ。本当は全然もうマジ綺麗に3度とか、まあ見た目大事っす。見た目一番唯一ドレスアップかもしれない。確かにキャンバー1度分が唯一。そうまあこんなもんすかね。こんなもんやね。外側から分かる。次、内装。じゃあ内装お願いします。ようこそ僕のコックピットへ。ガンダム好きなんで運転席はコックピットと呼ばせていただきます。そうなんですね。なんか前言ってましたよね、ガンダムのパイロットなりたかったみたいな。そうガンダムのパイロットなりたくて、でもガンダムなんや、じゃあ飛行機に乗ろうみたいなね、航空自衛隊行こうみたいな、でもそんな勉強する根性もなく、もうパイロットになるなんて諦めとったけど、ということでこんな感じ。まずシートはまあ日本男児なんで、男は黙ってブリッド。間違いないですのジーグ4。これめっちゃいいよね。座ったことあるけ分かるやろ。いやめっちゃいいですね。俺らみたいなガリガリ猫背にはジーグ4がもう全てを包み込んでくれる。そうやね、母の腕の中のようなそれは言い過ぎやけど、ハンドルがナルディ、33パイ。年季入ってますね。年季入っとうね、ずっと使っとうもん。そろそろ買い替えないかんけど高いよね今のあれで。高いっすね。全部高いっすよね。ね、本当は買い替えた方がさパリッとしていいんやろうけど、もうちょっと皮が剥げてからにしようかな。まあ歴史感じるって言われたらいいかもですけどね。かな。あとはステアリングを結構手前にやってて、クイックリリースとボススペーサーで8センチぐらい多分。そんな出てるんですね。じゃあもうドラポジもバッチリこだわって。でも結構車ってドラポジやない？いや大事っすよね、やっぱプレート部分。なんか下手にさ、チューニングしていくよりもさ、なんかちゃんと運転をできる環境とさ、ちゃんと車を感じれる環境を作った方が速くなったりするやん。ですね。ステアリングとシートの位置関係とかは結構こだわって。であとはこれND はオルガン式なんやけど、アクセルがヒールトゥーするときに位置関係がちょっと微妙でやりにくかったけん。そうアクセル奥なんですよね。下駄っていうかちょっとかさ増しして、5ミリか6ミリか5ミリか3ミリか忘れたけど、板1枚かましてそれをしやすくして、もう本当に運転に集中できる環境。それとあと大事なのが、もうめっちゃダサいんやけど、ここね、俺これ運転席のチューニングと思うけど、これハンドル回しとったら、肘当たって結構イラッとするけん、結構かわしながらこうなるんですね。それをなくすために、純正のセンターコンソールぶった切って、ちょっとなんか詰め物したいんやけど、アイディアは浮かばんくて放置中って感じ。なるほどっすね。それ切ったらめっちゃ暑いらしい。暑いんでしたっけ？暑いってなる。ミッションの夏は、もうすごい室温が上がってあっちってなるけど、今寒くなってきたんや、結構ね
いい感じに温めてくれるけん、ここあったかいであったけーみたいな左側だけめっちゃおすすめカスタムポイント、まさかのそういう副産物もあったっていうじゃあ次、エンジンとマフラーを。エンジン？エンジンとかしとうわけないやなんも。何もしてないです。なんかエアフィルターを、オーデュラさんとこのエアフィルターに変えて、めっちゃ吸いますよみたいな。いやなんかまあちょっと効率よくなりますよみたいな純正形状のやつと、あとはコンピューター、純正書き換えで、そうなんですよ。一応原車合わせでこれもオーデュラさんにやってもらってじゃあもうこれオーデュラのレプリカみたいな、デモカーみたいな。そういやデモカーじゃないよ、たまたま、なんちゅうこうそうなってしまっとった。これ欲しいなこれ欲しいなが結局ちょうどいいがそこにあったみたいな。でちなみにマフラーもオーデュラやけん見てもらったら分かると思うけど、いやマジいい音っすよね。いやかっこいいよね。結構甲高いっていうか、コーンって感じの、ボボボボボじゃなくていい4発の、そうお上品な音っすよね。ここら辺でオーデュラっていう単語を広めた自信は結構あるかも。確かに僕も全く知らなかったですね。もう忖度なく俺は使ってみていいなって思ったものを今現状残してるけん自信持っておすすめします。これでもう何万人の方が多分オーデュラ知ることになります。何万人、何十人やろまあ気持ちは何万人です。やっぱ2リッター積みたいね。いやまあそれは夢ですよね、間違いなく。なんか綺麗な言葉でこの車はどういう風に作ってますとか言ったけど、結局86ぶっ倒したいだけやけこれで。よくおっしゃってる。ぶっ倒せんのは分かっとる、せめてこう張り合いたいみたいな欲はある。215サイズぐらいまでのタイヤや86がね、215サイズぐらいのタイヤサイズ配当86ぐらいならギリいけんかなぐらいのポテンシャルはあると思う。そっか、タイヤ太いのいけんすもん。場所にもよると思うけど。場所にもよる。太くなったらもう負けるけど、一箇所あるんでね、最高に自信ある場所がかな。じゃあまあインプレをこの後。乗ってみるって方？それもいいですか？乗って？いやもう俺だって分からんもん、自分の車がどうなんか。じゃあちょっとぜひ乗ってくださいよ。乗らせていただきます。そしたら達也にも乗ってもらって。そうですね、2人の意見を。新入りがね、言い方新入りがね。おい小僧、じゃあちょっとパパッと乗ってきてみて。ありがとうございます。いいですか？感想教えてください。自己紹介してよ。アトレイキャッツレーシングの達也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと達也も乗ってみて感想を教えてよ。お願いします。わかりました。じゃあ気をつけて行ってきます。行ってきます。じゃあインプレいっちゃいますよ。お願いします。全然慣れてないか。慣れてないっすね。いやなんか、やっぱ D の車は、本当は2リッター積んどんじゃないかなぐらい速いんで。いや見たことあるやん。いやありますよ。やけその謎をちょっとね、せっかく乗らせてもらえるってことなんで、解明したいと思います。お願いします。まあ別軽く壊したらね多分殺されるんで本当に間違いないですね。どんな感じですか？いやなんか結構バネハイレートやけ、もっとなんか乗り心地悪いっていうかポンポンどっか飛んでいきそうな感じなんかなって思ったけど、別にそんなことないで、ちゃんと
なんやろ、ハイレートやけどストロークしなやかに動くみたいな感じめっちゃするかな。楽しい。あ、これ多分2リッターっすね。2リッターっすか？うん。じゃないやろ。いや、これで速いっていうのがやっぱちょっとおかしいと思う。全然、まあ、エンジンフィーリングめっちゃ音気持ちいいしいいけどですね。普通に遅いかな。自分の車と比べてどんな感じですか？あっちの方がいい。まあ対 ZN6 マシンだし、マシンということで、いや、まあほぼ腕なんじゃないですか。なんかND 速いみたいなちょっと勘違いしとったけど、全然そんなことなかったんですよ。相沢 D の腕。相沢 D はうまかったっていう。いや、ほんといいね。なんか結構高速コーナーとかやったら、めっちゃ安定してなんてやろう、しっかり路面掴んで曲がってくれる感じにして、低速やったら逆にクイックに頭ペン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 入ってくれるけん、めっちゃこれ飛ばしたらめっちゃ楽しそうな感じがしますわ。これはワインディングエクスタシー。これがワインディングエクスタシーってことか。これがなんですね。これがワインディングエクスタシーっていうことなんでしょうね、多分。なるほどっすね。いやー、バリ楽しかった。まあ次は交代するということで、運転できると分かんないっす。まあまあまあいけるでしょう。オッケーっす。プッシュして左上。じゃあまず最初の難関 U ターンからいきます。まず自分の車ともう目線から何から全部違うっていう。フルバケがまずついてないもんね。シートのもうなんちゅうんすかね、包まれてます感がやばいです。ブリッドやっぱりこの感じは。うわー、シフトダウン下手やね。下手くそっすね。いや、まずこれアクセルペダルオルガン式なんですね。いや、すげえ右側にあるんで操作がまずおぼつかないですね。まあそりゃそうよね。まずこのスピードで曲がっただけでも、このロールの少なさわかりますね。ハイレートやけん。車高調組みたいっしょ。車高調組みたいですね。でもそんなにこの路面の継ぎ目とかでガタンってなるほどでもなくて、全然そんな嫌な感じしなくて、どっか飛んでいきそうな乗り心地全然いいですね、これね。すごい。まずロードスターどころか2シーターオープン初めてですからね、自分が乗るのは。2シーターも FR もオープンカーっていうのも初めてで、なんで普段はスイスポ乗っとんもんね。どうスイスポと比べて。
べてですか、うん比べられないですね。違いすぎて。比べられない。比べられないというか。でも絶対エンジンはスイスポの方が良くない？エンジンはいいですね。なんでエンジンもさ、こう車も軽いし。はい。やっぱ踏んだ時の加速感とかは、スイスポの方が全然あるよね。あるんですけど、コーナーのこの安定感っていうんですかね、やっぱり気持ちよくひらひら曲がってくれるみたいな。はい。スイスポやとそのステアリングがなかなか決まんなくて、こう左右にこうなんていうんですかね、シューセーダーがいるんですけど、ロードスターやとこの車のあれかもしれないですけど、足のセッティングとかもあるかもしれないですけど、ビターっちゅう感じで、一回中華荷重乗せたらそのまま気持ちよく曲がってくれるみたいな。まあでも今見よう感じ結構ハンドル切りましたり戻したりしようけど、ね、本当ですか。いや無事帰ってこれましたわ。帰ってこれました。乗ってくれてありがとう。いやありがとうございます。いや動画楽しみにしとくわ。中でなんやか。いやまあもう D のこと褒めてました。誰が2人とも。マジで、忖度しとやろちょっと。いや見てもらったら分かるです。いや本当に忖度せんでちょっと軽く感想欲しいんやけど、でもまず和樹乗ってみてどうやった？エンジン遅っ。それは86に比べたら遅いよね。達也どうやった？そんな車自体乗ってないもんね。はい、そうです。まあそんなに絶対壊せないんで飛ばしてないんですけど、飛ばしてなくてもそのなんていうんですかね、足の良さみたいのを感じて、その硬くて無駄な動きをしないみたいな、いうのを感じたんですけど、全然ギャップの継ぎ目とかも、その嫌な感じがしなくて、乗り心地よかったです、思ったより。ありがとう、忖度してくれて。いやマジでワインディングエクスタシーやった。いやこのことかって感じでした。WE ワインディングエクスタシー、広めるためにもストレイキャッツレーシング一致団結して頑張りましょう。それを広めるためやってますね。でした。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと忖度したやろ。いやしてないです。